にちは。Learn Japanese with Fan のリカです。このチャンネルでは主に日本語の学習者の方に向けて面白い日本の文化や日本語について紹介しています。さあ、今回のテーマはカタカナです。日本語の面白いところを3つピックアップしたこのチャンネルの一番最初の動画で紹介しましたが、日本語には4つの文字があって、そのうちの1つは英語と同じアルファベットなので、ユニークな文字が3つあります。1つは中国語から来た漢字、そして漢字を元にできたひらがなとカタカナがありました。そう、今回はこのカタカナを使った言葉について見ていきましょう。カタカナは外来語、つまり外国語から来た言葉を書くときに使われますね。もちろん日本語の中には漢語と呼ばれる中国語から来た言葉はたくさんありますが、これは漢字なので、この外来語という言葉には基本的には入っていません。中華料理の名前とかはカタカナと漢字両方で書くこともありますね。外来語、カタカナ語の多くは英語から来た言葉ですね。今日は後ろに日本のお菓子をデコレーションしてみたの気づきましたか？例えば、ここに小さいんですけど、これ何かわかりますか？これは抹茶のキットカットですね。これは商品の名前ですが、これもカタカナ語になります。あとはコアラのマーチ。これも日本でメジャーなお菓子の一つですが、動物のコアラとマーチ。これもカタカナ語です。男梅シートっていう梅のお菓子なんですけど、薄いシート状になってるお菓子で、ここにシートって書いてあります。それ以外にも、例えばペンとかノートとかスマートフォン、いっぱいありますね。日本語の学習者の方の間で有名な東京盆踊りっていう歌があるんですけど、マレーシア出身のネームウィーさんという方が歌ってるやつですね。あの歌私面白くてすごい好きなんですけど、一つ言うと歌詞の中にトイレットって出てくるんですけど、トイレのことはトイレットと言わずにトイレット言います。トイレットはトイレットペーパーの時ですね。そういう意味で言うとレストランも同じですね。レストランとって言いそうですが言いません。これはレストランと言います。気をつけてください。どうでしょう、英語から来た言葉とはいえ日本語の発音なので、もしかしたら最初は難しいと感じた方もいるかもしれませんが、日本語の文字とか音を学んでからはだいぶこれは英語で言うとこの言葉だなとか、もしくは逆にこの英語の言葉きっと日本語で言うとこうなるなみたいなのが分かってきたりしたんじゃないでしょうか。あとは学術用語とか生き物の種類の名前であればカタカナを使ったりします。例えば魚の漢字とか見たことありますか？すっごいいっぱい魚の名前の漢字があるんですけど、鮭とかマグロとかタイとかそういう多くの人がすぐに見て読める漢字もありますが、実はこの漢字も常用漢字ではなくて、基本的にカタカナで書いてあって読めれば OK です。ちょっと調べてみたんですが、魚とか魚辺がつく漢字は常用漢字の中に3つしかないそうです。1つは魚、そして新鮮の鮮、鮮やかという漢字ですね。それからこの京都の京がつく漢字、これはクジラです。この3つだけだそうです。なので魚の名前の漢字とかは日本語のネイティブにとっても知ってる人は知ってると思いますが、ちょっとクイズみたいな感じですね。今年岩手に旅行に行った時に太平洋の海岸沿いですね、そこで海鮮ラーメンを食べに行ったんですけど、そこのお店のテーブルにラーメンの待ち時間に魚の名前漢字クイズが楽しめるこういうボードがあって、読める漢字があるかみたいなクイズをしたのも楽しかったですね。前置きが長くなりましたが本題に入りましょう。今回はカタカナ語について日本語の面白いところ、少し英語と違うのでぜひ覚えておいてほしいこと3つのポイントを見ていきたいと思います。はい、まずは1つ目はカタカナ語でも日本語流に省略されている言葉です。例えばテレビジョンと言わずにテレビと言います。あとは初級クラスでも習う言葉で言うとパソコンですね。これはパーソナルコンピューターの略なので、パーソナルからのパソとコンピューターのコン、これが組み合わさってパソコンという言葉になりますね。他にも3つぐらいクイズにしましょうか。まずはリモコン。これは
何ですか？そうですね。これはリモートコントローラーの略、リモコンです。じゃあ、エンタメ、これは聞いたことがありますか？スマホニュースとかのカテゴリーにもエンタメっていうのがありますね。エンタメはエンターテイメントの略ですが、エンターテイメントというと娯楽の意味なんですけど、エンタメと略されて言われた場合は、芸能とか音楽とか番組とか、そういったコンテンツのことを大体意味します。じゃあ最後3つ目、イケメン。これはどうですか？意味、そして元々の言葉わかりますか？これカタカナの言葉ですが、実際日本語から来ています。イケの部分はイケてる。イケてるっていう言葉知ってますか？この言葉は1990年代半ばに頻繁に使われ出したそうです。もともと前に進むとか到達するっていう意味の行くの言葉が可能形になっていけるですね。相当な水準まで達してるっていう意味で使われるようになったそうです。そして、ているですね。動作の継続とか、状態の存続。これを表すているの形になって、いけている。そして、いけてるという言葉が定着したそうです。なので、いけてるねとか言わなくもないですね。個人的にはかっこいいと似たような感じで使うかなっていう感覚がありますが、本で紹介されているのはかっこいいの他にも素晴らしい、面白いなどいい感じを全て一言で表現できるというふうに書いてあるので、かっこいいとも限らないですね。広く使える言葉ということです。今回も前回までの動画で面白い日本語について紹介しましたが、こちらの本から紹介させていただいています。いけ、かっこいいとか素晴らしい、いい感じですね。さあ、面はどうですか？面は私がこれまで聞いたことがあったのはman と man の方です。男性の複数形、日本語で言うメンズとかのあれですね。これだと思ってたんですけど、ちょっと諸説あるみたいで、広辞苑という日本語の国語辞典で日本で有名で信頼されている辞典なんですけど、その辞典によると、この面というのはお面の面、つまり顔という意味ですね。で、若い男性の顔形が優れていること、またそのような男性と説明があるそうです。その他の本などでは、この顔の意味の面と男性の意味の面をかけている、つまり両方の意味を持っていると解説している本もあるそうです。なので諸説あるんですよね。ちなみに私はこの広辞苑の説明はちょっとびっくりしました。なぜなら若い男性の顔が優れているって書いてあるんですけど、実際私の感覚で言うと若いかそうじゃないかはあんまり関係ないと思います。あとは顔だけのことではないですね。顔とか見た目がかっこよくてイケメンっていう使い方もあれば、例えばとても優しくて素敵な人、その性格とか内面の部分をイケメンって言ったりもします。どうでしょう？大体男性だと思いますが、時々女性に対してイケメンっていう言葉が使われているのも聞いたことがあります。少し文化っぽいことも出てきましたね。さあ、今回の動画では日本語の中のユニークな文字の一つ、カタカナについての基本的な話、そしてカタカナ語の面白いところ一つ目、短く省略されて使われる言葉を紹介しました。皆さんいかがでしたか？続きは次の動画後半編にて紹介します。後半編では日本語の母語話者が思わず英語だと思って使ってしまうような日本語独自のカタカナ語、そして同じ言葉でもイントネーションによって意味が変わるカタカナ語、この2点を紹介していきます。カタカナ語の言葉について一緒にもっと知って上手に使いこなせるようになりましょう。今回も動画を見ていただきどうもありがとうございました。良かったという方は高評価ボタン、コメントもお待ちしています。チャンネル登録もぜひしてみてくださいね。それではまた次の動画で会いましょう。皆さん素敵な一日を。バイバイ。